北風のところへ行った若者。昔々、年を取ったやもめのおかみさんがいて、息子が一人いた。おかみさんは体が弱かったので、息子が食料庫に粉を取りに上がらなければならなかった。ところが食料庫から出て階段を降りようとした途端、北風がビューッと吹きつけてきて、粉をさらって空の彼方へ吹き飛ばしてしまった。若者はまた食料庫に入ってもう一度粉を取ったが、階段に出るとまた北風がやってきて、ふーっと一吹きで持って行ってしまった。おまけに三度目も同じだった。さすがに若者も腹が立った。北風がこんなひどいことをするのは許せないと思い、北風のところへ出かけて行って粉を返してもらおうと決めた。そこで歩いて歩き続け、道のりは長かったが、とうとう北風の家にたどり着いた。こんにちは。と若者は言った。昨日はうちに来てくれてありがとう。こんにちは。と北風は答えた。その声はゴーゴーと低く荒々しかった。わしのところに来てくれてありがとう。何の用だ？と若者は答えた。食料庫の階段でおいらの粉を持って行ってしまったでしょう。返してくださいよ。うちには食べるものがろくにないのに、なけなしの一口まで持っていかれちゃ飢え死にするしかないんですから。お前の粉は持っておらん。と北風は言った。だが、そんなに困っているなら布切れを一つやろう。布よ、広がれ、ごちそうを並べろ。といえば欲しいものが何でも出てくる布だ。若者は大喜びだった。だが道のりが長すぎてその日のうちに家に帰れなかったので、途中の宿屋に泊まることにした。夕飯の時間になると隅のテーブルの上に布を広げてこう言った。布よ、広がれ、ごちそうを並べろ。言い終わるか終わらないうちに布は言われた通りにした。居合わせた者はみんなたまげたが、一番たまげたのは宿屋のおかみだった。真夜中にみんながぐっすり寝込んだ頃、おかみは若者の布を取り上げ、全く同じに見える別の布を代わりに置いた。ただしこちらはパンの一切れさえ出せない代物だった。翌朝、若者は布を持って出かけ、その日のうちに母親のもとに帰り着いた。北風のところに行ってきたよ。と若者は言った。いいやつだったぜ。この布をくれたんだ。布よ、広がれ、ごちそうを並べろ。と言えば、何でも好きなものが食べられるんだ。そうかもしれないね。と母親は言った。でも見るまでは信じないよ。百聞は一見にしかずだからね。若者は大急ぎでテーブルを引き出し、布を広げていった。布よ、広がれ、ごちそうを並べろ。ところがパンの一切れも出てこなかった。仕方ない。と若者は言った。もう一度北風のところへ行くしかない。そうして出かけて行き、午後遅くに北風の家に着いた。こんばんは。と若者は言った。こんばんは。と北風は言った。うちの粉の借りを返してもらいに来ました。と若者は言った。もらった布は一文の値打ちもないんですから。粉は持っておらん。と北風は言った。だが、そこに羊がおるだろう。羊よ、羊よ、気の出せ。と言えば、金貨がザクザク出てくるぞ。若者はこれはいいと思った。だがその日のうちに帰るには遠すぎたので、前に泊まったのと同じ宿屋に泊まることにした。何か注文する前に、北風が羊のことで言ったことが本当かどうか試してみたら、その通りだった。ところが宿屋の主人がそれを見て、これは大した羊だと思った。若者がぐっすり寝入ると、金貨の出ない別の羊とすり替えてしまった。翌朝、若者は出かけて母親のもとに帰り着いた。やっぱり北風はいいやつだ。今度は羊をくれたんだ。羊よ、羊よ、金を出せ。と言えば、金貨がザクザク出てくるのさ。そうかもしれないね。と母親は言った。でも金貨が出るのを見るまでは信じないよ。羊よ、羊よ、金を出せ。と若者は言った。だが羊が出したものがあったとしても、金貨ではなかった。そこで若者はまた北風のところへ行き、文句を言って、羊は何の役にも立たない。粉の借りはまだ返してもらっていないと言った。そうか。と北風は言った。もうやれるものは、あの隅に立てかけてある古い棒切れしかないな。だがあの棒は、棒よ、棒よ、撃てと言えば撃ち続け、棒よ、棒よ、やめろと言うまで止まらない棒だ。道が長いので若者はこの夜も宿屋に泊まった。だが布や羊がどうなったか大体見当がついていたので、すぐに長椅子に横になり、
眠ったふりをしていびきをかいた。宿屋の主人はあの棒にも何かいいことがあるに違いないと睨んで、そっくりな棒を探し出した。若者のいびきが聞こえるとすり替えようとした。だが主人が棒に手をかけようとしたまさにその時、若者が叫んだ。棒よ棒よ、撃て。棒は宿屋の主人をバシバシ打ち始めた。主人は椅子やテーブルや長椅子を飛び越えて逃げ回り、わめいた。ああ、痛い痛い。おお、止めてくれ。このままじゃ撃ち殺される。布も羊も返すから。もう十分だろうと思ったところで若者は言った。棒よ棒よ、やめろ。それから布を懐にしまい、棒を手に持ち、羊の角に綱をかけて引いて帰った。こうして若者はなくした粉の借りをちゃんと返してもらったのだった。